涙の色はエメラルドブルー。今回の動画は以前アップしたアフターエフェクツで文字 PV、ボカロ MV、動画誌のテクニック集の動画の解説をしようと思います。この動画はアフターエフェクツを使用した文字 PV のテキストアニメーションの表現、テクニックを詰め込んだ動画で、曲が流れている4分半の間に考えられるテキストアニメーションの演出のバリエーションを紹介した動画です。パートごとに簡単な解説のスライドを入れてはいますが、さすがにこれでは説明が足りないし、流れていってしまうので、今回じっくり解説していきたいと思います。この動画で挙げたテキストアニメーションのテクニックやアイデアは、アフターエフェクツを普段から使っている人からすると、言うまでもないようなありきたりの内容だと思いますが、文字 PV に限らず AE でグラフィックを作成する上での基本を詰め込んだ内容となっています。アフターエフェクツでテキストアニメーションをするならこんな感じのバリエーションがあるよという動画です。特にこれから AE を覚えていきたいような初心者の方や文字 PV を別のソフトで作成していて AE をまだ使用していない人などに参考にしていただければと思います。ちなみにこのチャンネルはアフターエフェクツをこれから学ぶ人のためのチャンネルですので、気に入った方はフォローをお願いします。この動画で使用した素材ですが、曲は著作権フリーの曲で星降る夜にという曲を使わせてもらいました。詳細は概要欄に貼っておきます。使用している1枚絵のイラストはノベル AI で AI によって画像生成されたイラストになります。なぜ今回このような動画を作ったかというと、私自身が今ボカロ MV の世界にハマっていて、最近 YouTube で聴きまくっていることが一番の理由です。単純にボカロ P の作る音楽にハマってるんですが、このボカロ P、ボーカロイド、絵師、動画師のチームで作る動画作品にハマっています。ボカロ MV ではシンプルな一枚絵に映像効果やテキストアニメーションを加えた映像表現が主流となっています。例外はありますが、コスト面を極限まで抑えてMV が制作可能なので、誰もが参入できる究極のインディーズ文化とも言えます。実際に SNS でバズったボカロ MV でも MV はシンプルな構成となっていることが多いです。イラストを複数枚使う場合も多いですが、少ないイラストで完結させるメリットは、視聴者にこのイラストの曲という曲とイラストがセットになって、聴覚だけでなく視覚にも強烈な印象を与えることができるところです。ボカロ MV ではボカロ P が曲を作り、ボーカロイドに歌わせ、絵師がイラストを描きます。そして MV のもう一つの重要な要素が歌詞のテキストアニメーションです。ボカロ MV の中でキネティックタイポグラフィー、これはテキストアニメーションのことですが、このキネポを作成するのが動画師と呼ばれる人たちの役割です。文字 PV の作成には AVIutil という無料で使えるソフトを使用しているユーザーとアフターエフェクツを使用しているユーザーがいて、メインで使用されているソフトは大部分がこの2つのソフトが占めていて、この2つのソフトを比較した記事もネット上にたくさん見かけます。 AVIutil の操作に慣れるとアフターエフェクツが非常に使いにくいという意見もありますし、実際に多くの動画師の方が AVIutil でボカロ MV を作成しているようなので、ここからは個人的な意見にはなりますが、Adobe 製品を使用してきたユーザーから見ると AVIutil の UI や操作性を一言で言えば癖のあるソフトでしょう。表現できる自由度を比べても個人的にはアフターエフェクツをおすすめします。私が今回作った動画のグラフィックはアフターエフェクツとその周辺のソフトを連携して作成しました。それでは AE で作成できるテキストアニメーションのバリエーションを見ていきましょう。頭から順番に解説していきます。まず最初に重要なスライドを2枚出します。1枚目は基本アニメーションの4種類、位置とスケールと回転と不透明度です。これは AE のレイヤーにあるトランスフォームのパラメーターの4種類です。アニメーションはざっくり言うとこの4種類の要素でできています。この4種類のパラメーターを調整すれば大抵の動きは作成できます。そしてその下の8項目が文字 PV を作成する上で重要な8要素です。まずは1つ目、使用するフォントの種類。これは最重要と言っていいほど、これだけで映像の印象を左右するので、選ぶ際は時間をかけて厳選するべきです。フォントは大きく分けると角ゴシック、明朝、丸ゴシックがあります。それぞれ受ける印象が違いますよね。
各ゴシック系はポップで親近感があり、男性的で書体として読みやすいですし、明朝体は筆文字なので上品で女性的で真面目な書体。この動画で使用したフォントも幽明朝という明朝体のフォントです。丸ゴシック系は可愛い、優しい、楽しいなどソフトな印象を受ける書体です。普通デザイン的なことで言うと、フォントの種類をたくさん使用することはデザインの方向性がぶれるし、作業の難易度が上がりますのでおすすめされませんが、ボカロ MV では遊び心を求める場合が多いので、いろんなフォントを混ぜて使う場合も多いです。ともかくフォントは非常に重要なので意図を持って使い分けましょう。次はテキストの属性とまとめさせてもらいましたけど、文字色だったり縁取りやシャドウなどの文字の装飾のことです。イラレでいうアピアランス、フォトショでいうレイヤースタイルなど、テキスト自体のデザインのことですね。これもとても大事な要素で、これはフォントの種類同様、曲の世界観やテイストに合わせる必要があります。ただ視認性を上げるために縁取りやシャドウなどの装飾をつけすぎるのは、いわゆるテレビのテロップっぽくなってしまう恐れもあります。足し算だけではなく、装飾がないことの美しさも考えましょう。文字 PV では視認性が多少悪くても、世界観に合わせたデザイン性を重視した方がいいと思います。私も装飾はなるべく少ないのが好みで、視認性とのバランスを探るようにしています。続いては大事な要素3つ目、モーションブラーです。モーションブラーをオンにすると物が動いた時に生じるブレを再現できます。モーションブラーがないと人はアニメーションに違和感を感じます。なのでよりリアルに見せたい場合にはオンにするといいでしょう。逆にイラストチックに見せたい時にはモーションブラーをオフにするのも表現の一つです。どちらにしてもモーションブラーのありなしに関しては意識する必要があります。モーションブラーについて詳しく知りたい方はこのチャンネルで動画になってます。続いては大事な要素4つ目、フレームレートです。フレームレートは1秒間のフレームの数です。単位は FPS、フレームパーセカンドの略です。FPS の数字が大きいほど滑らかに動き、小さいとカクついて見えます。FPS を変えて比較してみましょう。FPS の数字が大きくなると動きが滑らかになっているのが分かります。フレームレートとはパラパラ漫画のフレームの枚数だと思ってください。ですがここでいうフレームレートとは、あえてフレームレートを下げて映像の味付けをするという意味合いです。フレームレートを変えると映像の印象が変わります。 AE ではポスタリゼーション時間というエフェクトを使用することで簡単にフレームレートを下げることができます。グラフィックを制作する上では必ずしも綺麗でスムーズな映像が正義ではなく、セルアニメっぽい表現やノイズの表現ではフレームレートを下げると雰囲気が出ます。続いては大事な要素5つ目、被写界深度です。被写界深度はピンボケのことで、本来 3DCG などを作成する際に奥行き感を演出する最重要な要素です。ボケをつけることで一気にフォトリアルな絵になります。それは現実の人間の目もカメラと同じように注目しているところ以外はボケているからです。被写界深度をつけることでより我々が見ている現実に近づくということです。文字 PV ではイラストとテキストという 2D 素材を使用しますので、必ずしも必要な要素ではありませんが、意外にこのボケという表現は多用されています。続いては大事な要素6つ目、グローです。グローは発光のことです。テキストの発光も本来大きな要素です。特に VFX などのグラフィックを作るときにパーティクルなどを使用してエフェクトを作成する際には、グローはクオリティに直結する重要な要素になります。それに比べると文字 PV では作品のテイスト上あまり使用されないかもしれませんが、夜のシーンや手書きエフェクトと一緒にテキストを表示するときには発光表現も意識しなければなりません。 AE の標準エフェクトのグロー化、おすすめはパラメータも少なくて綺麗な発光感が出せる有料のプラグインですが、ディープグローがおすすめです。続いては大事な要素7つ目、実写との合成です。これもイラストタッチが多いボカロ MV ではあまり使われていない表現ですが、歌詞を見せることをメインに構成されたミュージックビデオのことをリリックビデオと言いますが、リリックビデオでは実写映像に歌詞を合成するという表現は選択肢の一つになります。
今何気なく見ているこのテキストと実写の合成した映像ですが、 3D トラッキングという技術を使用しています。実写映像の被写体の動きから3次元空間を解析して CG ソフト上でその空間を再現できるようにする技術です。複雑そうに聞こえますが、映像の解析はソフトが自動でやってくれるので、 3D トラッキングの精度は解析する実写映像と解析するソフトに依存します。なので映像によってはうまく解析できない場合もあります。続いては大事な要素8つ目、 3D カメラアニメーションです。 AE では 3D レイヤーのスイッチをオンにすることで空間に奥行きが追加され、 3D 空間としてレイヤーをアニメーションできます。さらにカメラを配置することで被写体を動かす以外にカメラを動かすことでアニメーションを作成することができます。被写体のレイヤーの位置関係を確認しながら AE 上でカメラをコントロールして画面を作っていきます。カメラアニメーションは文字 PV を作る上で無視できない重要な要素です。カメラを使いこなすことでアニメーションの幅は大きく広がるでしょう。それでは2枚目のスライドはテキストアニメーターについてのスライドです。普通テキストレイヤーのトランスフォームでアニメーションさせるとレイヤー全体が塊としてアニメーションします。そこで便利なのがテキストアニメーターで、テキストレイヤーを文字単位でアニメーションさせたいときに使用する機能です。テキストアニメーターを使用するとこのように1文字単位でアニメーションさせることができます。テキストアニメーターを使用しないでこれをやろうとするとレイヤーを1文字ずつバラバラにする必要があります。テキストアニメーターを使いこなせば効率的にテキストアニメーションを作成することができます。テキストアニメーションに特化した動画師の方こそ使いこなすべき機能です。さらに AE にはアニメーションプリセットと言われるあらかじめテキストアニメーターやエクスプレッションが設定されたアニメーションのプリセットが用意されています。プリセットを使えばワンクリックでアニメーションなどの保存された属性が適用できます。 AE には数えたらなんと356種類のプリセットが用意されていました。下にピックアップした10種類はその一部です。右上の映像を見てください。この動画の中でもプリセットをそのまま使用しています。さらに自分で作成したアニメーションはプリセットとして保存することもできます。繰り返し使用するようなお気に入りのアニメーションはプリセットとして保存しておきましょう。プリセットをそのまま使用するのが抵抗がある場合は自分のイメージに一番近いものを適用した上で編集して微調整させましょう。プリセットは現在の時間から適用されるのでインジケータをずらして複数組み合わせることもできます。では簡単に動画の内容を順番に解説していきます。涙の色はエメラルドブルー、宝石みたいに光ってる、流れ星を見上げていたあの夜も。まずこのパートのポイントの1つ目はトラックマットです。ボカロ MV では1枚絵とテキストという2つの要素でできているのでどうしたってエリアの取り合いになります。限られた表示範囲に文字とイラストをレイアウトしていくのでイラストの向こう側と手前側のエリアに分けて文字を表示させることも多いです。文字がイラストの向こう側に入り込んでいる、この表現よく見ますよね。そしてそれに付随して1枚絵とテキストが重なった範囲とそれ以外の範囲の表現を分けるということもよくやります。今回の場合イラストと重なる範囲はテキストが斜線表示になっています。これはテキストレイヤーに標準エフェクトのブラインドを使用しています。他にも例えばイラストと重なる範囲はアウトライン文字にするのもよく見かけますよね。文字をそのまま重ねるとイラストが隠れるので両方を視認させるための工夫でもあります。これらの表現をするときに使用するのが AE の基本機能であるトラックマットです。トラックマットについて詳しく知りたい方はこのチャンネルで動画になってます。トラックマットを使えばイラストをアルファマットとして使用してイラストの範囲にだけテキストを表示させることができます。元のテキストを背面に置けばこのように表現を分けられます。そして次に大事なポイントとしてじわりズームです。じんわりとイラストにズームしていますよね。この一手間があると見え方が急にドラマチックになります。重要なのはズームに限らずゆっくりとカメラが動いていることにあります。全く動きのない画面は退屈です。これは文字 PV に限らず何でもそうですがカメラがゆっくり常に動いている
最も簡単な演出です。それだけでドラマチックになり、映像のクオリティが上がります。次もトラックマットと同じような効果ですが、よく使うのが描画モードの使用です。描画モードも手軽に複雑な表現ができるので便利です。テキストの描画モードを指定することで背景にあるレイヤーとの合成方法を変更できます。この場合、テキストが合成色となり、それより下にあるレイヤーが基本色となります。こちらが AE の描画モードの全種類ですが、それぞれ背景にあるピクセルの RGB 値と計算を行って合成結果が変わります。今回は描画モードの差を使用しています。描画モード差は基本色と合成色の RGB の値のそれぞれ大きい方から小さい方を引きますので、合成色が白の場合、基本色が反転します。黒は値を持っていないので影響しません。基本色と合成色が同じ色の場合、真っ黒になるという特徴があります。今回は宝石みたいに光ってるの文字色を白くして合成しています。白を合成色にすると基本色が反転するので、白背景の部分は反転して黒文字になっています。髪の毛の緑色は反転してピンク色になってます。この描画モードも先ほどのトラックマットと表現は似ていて、描画モードを指定するだけで基本色と合成色が化学反応を起こしながら複雑な合成をすることができます。つまりテキストと一枚絵とが重なった範囲とそれ以外の範囲の表現を分けることができます。他の描画モードもそれぞれの違う計算式に基づいた合成ができるので、いろいろ試すと面白いです。描画モードについても動画にしてますので、詳しく知りたい人はチェックしてください。全描画モードの計算式を紹介しています。ちなみにこの文字の入り方はエレメント 3D のマルチオブジェクトを使用して文字のパーツごとにアニメーションさせています。バラバラになったところからパーツが集まってきています。では次も基本的な機能でパスに沿ったテキストアニメーションです。 AE のテキストレイヤーのパスのオプションという項目でパスを指定すれば、作成したマスクパスにテキストを沿わすことができます。そしてパスのオプションの項目にあるマージンを調整して文字にアニメーションさせることができます。そうすることでこのような弧を描いたテキストの軌道を描けます。ちなみにこの点滅はテキストアニメーターを使用して文字単位の不透明度をアニメーションさせ点滅させています。テキストの発光にはディープグローを使用しています。ここでは文字が手前から飛び込んできてテキストが粒子化して消えています。このテキストの粒子化は AE の有料のプラグインのトラップコードフォームを使用しています。ここではフォームの使い方は割愛しますが、 AE ではこのようなエフェクトとテキストアニメーションを組み合わせることで無限の可能性が生まれます。エフェクトこそ AE の真骨頂と言えますし、やり尽くされた表現から脱却し他の動画紙との差をつけるには、このエフェクトプラステキストを掘り下げて研究することが重要になると思います。では次のパートへ行ってみましょう。よく敵対してんのバカみたい今は先ほど紹介しましたこのパートではアニメーションプリセットを6種類使用しています。 AE でテキストアニメーターを使用しないで1文字ずつ文字を動かしたい場合、テキストレイヤーを文字単位にバラバラにする必要があります。その時に便利なのが GG 分解というプラグインです。ワンクリックでテキストレイヤーを文字単位にシェイプレイヤーにして分けてくれます。自力でやろうとすると時間がかかります。このプラグインは必須のプラグインです。このパートではこれを手付けで地道にトランスフォームでキーフレームを打ってアニメーションさせています。結局手付けが最強です。時間はかかりますが1フレームずつ面倒を見てあげた方がクオリティは上がります。手付けでキーを打つ場合は動きに制約がなくなります。どんなアニメーションでも可能になります。
この文字間が開くのはトラッキングをアニメーションさせたものをポスタリゼーション時間でフレームレートを下げてカクつかせています。味付けとしてエコーで残像の効果を出しています。次のパートは 3D 空間のカメラアニメーションをさせています。カメラの位置に手ブレ効果としてエクスプレッションでウィグルをつけています。カメラがゆらゆらと揺れていますよね。これがウィグルの効果です。これもよくやる表現です。次のパートではテキストのアウトラインを光のラインにしています。夜のシーンでは発光表現が映えます。セイバーのようにテキストのアウトラインに対して影響させるプラグインは文字 PV との相性がいいと思います。セイバーでは光のラインの支点・終点を動かしたりオフセットでラインを走らせることができるので、光が走りながら文字を出現させたりできます。プラグインセイバーについてはこちらの動画で解説しています。さらにここでは被写界深度の効果としてエフェクトのブラーカメラレンズを使用しています。このようなボケの表現は文字 PV でもよく使用されます。次のパートでは AE のカメラアニメーションと同時に文字もアニメーションしています。テキストのアニメーションにはプラグインアニメーションコンポーザーを使用しています。基本無料で使えるのでぜひ使ってみてください。リンクを概要欄に貼っておきます。このようなアニメーションプリセットは外部のプラグインにもあるということです。先ほど紹介した AE 標準のプリセットと同じようにワンクリックでアニメーションが再現できます。そして歌詞のバカみたいの部分で RGB の色がずれて滲んでいるような表現、これを色周差と言います。色周差はよく使う表現ですが、ここでは色周差を簡単に表現できるプラグインクイッククロマティックアベレーションという無料のプラグインを使用しています。次のパートは演出パートとしてブラックアウトと画面分割を入れました。特に画面分割はボカロ MV でもよく使われている表現です。ここではモーションタイルという標準エフェクトを使用しています。では次のパートへ行ってみましょう。絶えないメロディー、夢が枯葉のように宙に徘徊セオリー、私なんだったっけ見えなくて、鳴るざとのクラクションだって慣れてきたけれど、あの日の約束はかき消せないの。このパートではニュートンという物理シミュレーションが可能なプラグインを使用しています。このプラグインを使用することで重力を与えることができ、レイヤーごとに質量を設定してレイヤー同士を衝突させることができます。物理法則に基づいたアニメーションが作成できるということです。一つのエフェクトというより独立したソフトウェアと言っていいほど高機能なプラグインですので、ここでの使い方の説明は割愛します。物理シミュレーションという要素をテキストに加えられるという意味では動画師にとって強力なプラグインになります。これを手付けでやるにはなかなか大変な作業です。実写との合成については先ほど説明したので省略しますが、このパートで使用している文字 PV と相性抜群のプラグインを紹介します。プラグイン名の読みがわからないのですが、こちらのプラグインです。私も今回初めて購入して使用してみました。このプラグインはこのような手書きしているように書き順通り文字が表示されていくような表現が簡単に作成できます。普通このようなことをしようと思うとパスの切り分けにものすごく時間がかかります。このプラグインではこの切り分け作業がワンクリックでできます。さらにアニメーション機能にも対応しているので一連の作業がこれ一つで短時間で作成できます。動画師で AE を使っている人におすすめです。また使い方の解説動画を上げたいと思います。では次のパートへ行ってみましょう。このパートはノイズについてたっぷり尺を使いました。ノイズ表現というのはモーショングラフィックスを作る上で重要な要素で、
ボカロ MV でも特に頻繁に使用されます。むしろノイズ表現を全く使用していないものの方が少なく、文字 PV を作成する動画師にとってノイズ表現は掘り下げるべき一つの大きな要素であり、最も使用する機会の多い効果かもしれません。今回はノイズの種類を6種類に分けて紹介しました。1つ目は波形ワープを使用した細かいノイズです。最も有名なノイズの付け方かもしれません。エクスプレッションを使用しています。2つ目は手付けノイズ。先ほど手付けアニメーションが最強と言いましたが、ノイズも手付けで作成するのが一番クオリティが高くなります。ノイズは一瞬一瞬画面が変化するものなので、エクスプレッションなどで自動化したものより1フレずつ絵を作っていくことが大事です。今回は書体変更と四角シェイプを作成してノイズっぽく配置しました。3つ目はフラクタルノイズで作ったノイズマップを使用してディスプレイスメントマップで水平方向に画面をずらしたものです。これも AE でよくやる手法です。4つ目はホログラム風のノイズのプリセットをワンクリックで適用できるホロマトリックスという有料プラグインです。ワンクリックでいろいろなノイズ表現を追加できます。5つ目はタービュレントディスプレイスでぐにゃりと文字を変形させています。6つ目はモザイクを使用したノイズです。ホロマトリックス以外はどれも基本的なポピュラーなノイズ表現ではないでしょうか。では次のパートへ行ってみましょう。涙の色はエメラルドブルー、宝石みたいに光ってる。何もかもを捨てたかった憂鬱なあの日々も騒ぎ始めた胸の中の答えを探す旅に出よう。流れ星を追い越してくスピードで。画面左側は最初のパートと重複しているので飛ばして、右側このパートからは番外編です。 AE とシネマ 4D と Photoshop を使用しています。アニメーションは 3D ソフトのシネマ 4D のモーテキストで作成して、シェーダーにトゥーンシェーダーのスケッチ&トゥーンを使用して書き出しています。さらに書き出したシーケンスファイルに対して Photoshop のアクションで連番ファイル1枚1枚にフィルタをかけて手書き風に加工しています。最後のパートは手書きで書いたテキストを動かしています。使用したソフトは Adobe Fresco を使用しています。Adobe のペイントソフトです。オニオンスキンが使用でき、アニメーションが可能なので、このような手書きアニメーションには最適なソフトです。文字 PV で手書きでテキストを書いて動かすというのはあまりやらないかもしれませんが、今回の動画はテキストアニメーションのアイデア集ということで、最後は手書きで締めくくりました。ポイントは手書きといえど、真っ白なキャンバスにいきなり書くのは難易度が高すぎるので、今回は 3DCG でなんとなくの当たりを書き出しています。それを目印にしながら手書きで書いています。この文字が追い越すところなどは当たりがないとなかなか書けません。これで解説は終わりです。いかがだったでしょうか。今回このような動画を作ってみて、アニメーションのバリエーションは実は無限にあるようなものではなく、今回この動画でざっくり演出のバリエーションがまとめられたのかなと思います。ですがエフェクトとの組み合わせた表現は今回そんなに紹介できてないですし、私が見てる限りボカロ MV でもガシガシに AE のエフェクトを使ってる人は少ないと思うので、まだまだいろいろな表現ができるのではと思いました。ここで紹介したことはとても大事な基礎的な内容で、これらの要素を抑えながら皆さんには自分なりの表現をしてもらえたらなと思います。自分もこの動画を作っていたらオリジナルの作品を作りたくなりました。もし皆さんが文字 PV を作る時に、作業を始める前や煮詰まった時などにリフレッシュするためにこの動画が役に立てばいいなと思っています。何かひらめきがあるかもしれません。今回紹介した中で部分的にもっと掘り下げて解説した動画もアップする予定です。質問などのコメントもお待ちしてます。今回の動画はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。